こんにちは、アンナスです。今日はダイソーで売ってたクリアスタンプレトロカフェっていうなんかクリームソーダがハンコでスタンプでできるやつがあったんで、ちょっとね大きめだったんです、スタンプが。なので刺繍しやすそうだなと思って買ってみました。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではこれでクリームソーダを作ってみようと思います。これですね。これはダイソーで買った。もうずっと1個買うとずっと使い回してるんですけど、これに貼っていきます。こんな感じです。で、じゃあちょっとこれで、上がソフトクリームとちょっと埋まってる方がいいか。はい、じゃあこれで刺していこうと思います。ちょっとスタンプを見ながらこの氷を出していきたいと思います。ではまずさくらんぼから刺繍していきます。2本取りで刺繍枠ですね。じゃあまず絵の中に小さい波縫いを2つ入れて引っ張ります。でギリギリまで留めて1つ前の穴に刺すとこれで絡まっているので出ているところをハサミで切ります。で丸いものは真ん中に1本基準を入れてで上下半分ずつ埋めます。で基本的には隣に刺していくんですけど、必ず隣を刺さなきゃいけないっていう決まりはないので、前のところでもうちょっと足したいなみたいなのがあれば戻って上から足して大丈夫です。はい、ではできたので裏に絡めます。2回ほどぐちゃぐちゃっと絡めるとこれで止まっているのでギリギリで切ります。でここのなんていうの、芯ヘタじゃないですね。ちょっと3本取りとかどうしよう、結構太いので4本取りとかに、私のスタンプの仕方がちょっと下手くそで2つ太くなっちゃったんですけど、ちょっと4本取りにします。それでアウトラインステッチで、続きをやるときは裏に絡めてこれで始められるので、まず1目作ります。
と糸の下に入れるような感じで一目を作ります。で、少し先に出して最初に作ったステッチをギュッて押して糸の下に刺します。糸を割ると違うステッチになるので糸は割らないですね。で、またちょっと先に出して半分重ねるっていうのを繰り返していきます。同じ色でやってるのですごい缶詰とかのさくらんぼ感がすごいありますけど、茶色とかにするともうちょっと美味しいさくらんぼになるかもしれないですね。じゃあこれでまたみんなに絡めて、で次はストローですね。ストローがあってアイスクリームだから、ストローは赤いしましまにしたいんで、2本取りで赤と白で交互にしましまを作っていこうと思います。線が見えづらいのでちょっと見本を見ながら線を描き足そうと思います。この赤の中に小さい波縫いを入れ込もうかなと思います。後でここも塗りつぶすからいいのか。無理やり。これで、まず斜めに入れておいて、でこのまま下に向かって平行に刺していきます。こうすると下のこれ斜めになってるんですけど、下のところが最後点で終わる形になると思うんですけど、それで OK です。頑張って刺してください。もうちっちゃいスペースなんで、はい、もうなんとかやり過ごしてもらって、で、しましまの場合は飛ばして刺しても割と平気なので、白い部分を飛ばして赤だけ先に全部刺していきます。で、終わったら間を白で埋めていきます。はい、ストローができたので、今度はバニラアイスをやろうと思います。なので白じゃなくてちょっとクリーム色っぽい色にしてます。こっちが白なんでこっちクリームですね。で、どこでもいいんで1本基準を入れて、これでも結構長いかなと思うんですけど、こっから下はロング&ショート、ちょっと長いなと思うところは。で、上半分3分5分の1ぐらいはサテンステッチで端から端まで埋めていきます。はい、上までいったら今度下の続きですね。で、ロングとショートなんですけど、ロングもショートもそんなに長さ変えなくて大丈夫です。重なる予定のところが長かったり短かったりして、で線のところは線の通りに刺すんですけど、こんな感じ、長いのと短いのが、長いサイズの3分の2ぐらいのサイズにしておいて、で線のところは線の通りに刺していきます。
で、下まで行ってもいいし、平行にちょっとずつ埋めていってもいいんですけど、ここにさくらんぼが刺さっているんで、この辺りからザクッと出します。どっちからでも反対側から戻ってもいいんですけど、でさくらんぼのところはさくらんぼのギリギリのところに刺すので、今この辺刺したでこっちとかちょっと場所変えて遠くに行ったり手前を刺したりして、長さはいろんな長さを刺します。だけど平行はしっかり保っておかないと斜めが入るとガタガタしてしまうので、必ず平行にします。でこういう風に上から刺すと穴が開くので、こういう穴はさらに上から足します。そしたらまた隙間が開くのでまた足すみたいな感じで結構埋めることにはなるんですけど、それぐらいしっかり埋めて OK です。このバラバラ感、なんていうのかな、この横向きがサテンステッチだとピシッと綺麗になるんですけど、ロング&ショートステッチだから多少やっぱり表面がデコボコっていうかザラッとするんですけど、それがバニラアイスの表面みたいな感じになったらいいなと思ってロング&ショートでやってます。じゃあこんな感じでずっと刺し埋めていきます。なのでサテンでいけるところはサテンなので、こういう隙間とかはサテンステッチでやっていきます。で向きは絶対変えないで、全部このアイスクリームは一つのアイスクリームなんで、たまたまこの刺繍上では分割されて見えてますけど、本来なら一緒なので全部横に刺していってください。だからちょっとここが大変かもしれないですね。はい、ではアイスクリームができたので、ここの角からグラスを刺していきます。で4本取りでアウトラインステッチ、さっきここのさくらんぼでやったんですけど一緒ですね。ちょっと先に出して戻る、こんな感じで、角のところは一旦終わらせてから改めてやります。はい、これで角まで来たらこれで一旦終わらせたんですね。で次またちょっと先から出して同じ穴に針を刺して角を作ります。続きでやるとカーブが綺麗に出ないんで丸くなってしまうので、できるだけ直角ってほどでもないんですけど、そんなカクッとは曲がらないんですけど、そういう感じにする場合は一旦終わらせると綺麗にできます。ここもこれで最後終わらせて、で縦に行きます。はい、これでアウトラインができたんですけど、ここにも、線を入れないといけないんですね。なのでもうちょっと刺繍で隠れてしまっているので、だいたいこの辺ぐらいかなっていうところに線を描いて、で上からチェーンステッチをします。飲み口のところちょっともうこれ分かりづらいんですけど、少し太くなってるのでそれもいいなと思って、普通にアウトラインやってもいいんですけど、ちょっと変えてみようと思いました。まず針を出します。で、同じ穴に針を出してチェーンステッチのサイズ頭を出します。 2,3 ミリぐらいで糸をかけて上に引っ張る。だから進みたい方向を上にセットするといいですね。で割と引っ張り目にもギューッとしてもらって、で同じ穴に刺します。続きしますね。でちょっとこれ刺繍が入ってるんでやりづらいんですけど、だいたいこれぐらいが 2,3 ミリかなっていうところから針を出して糸をかけて上に引っ張るっていう感じで
ょっとやりにくいんですけど、頑張ってチェーンステッチ端までやってください。で、埋もれる場合はあんまりギューって引っ張らないで、チェーンステッチですね。チェーンステッチ最後こうギューって引っ張るときに、引っ張ると糸と糸の間にもし刺繍されてる方は埋もれそうになるんで、ちょっと上に乗せるような感じで、あんまり引っ張りすぎないで、ちょっとふわっと残しておくといいかもしれないです。これはストローの上ももうどんどん乗せていってください。ストローの上難しいですね。細かいので。これで最後はチェーンステッチをやって、で輪の外側に針を刺すとこれで止まるので、もうこれでおしまいです。で裏に絡めるときはサテンステッチの裏だと2回ぐらいでいいと思うんですけど、線の刺繍の場合はちょっと多めに絡めておくといいと思います。それでどうしようかな。あとここのグラスの横にサテンステッチを刺していきます。なんかここにこのイラストのデザインっていうか、なんかこの陰影としてガラスの表現をするためにちょっと抜いてるんですけど、この抜きとかはもういいので、もう無理なんで、このシルエットをしっかり拾ってサテンステッチをしていってください。はい。では、ここがグラスの下の部分ができました。ここちょっとロング&ショート入れてます。で、ここやっとメインのグリーンがやっとできます。クリームソーダの緑を横に刺していきます。で、途中で、右と左に分かれて横に刺していきます。じゃあもうこの辺ぐらいからなんで、ちょっとね、刺しにくいんですけど、このアウトラインステッチ、さっき作ったやつを割らないように、相当糸の脇から出すっていう感じにしていきます。で、この向かって右側が終わったら、残りの左部分も埋めていきます。もうギリギリ上までいっぱいいっぱいまで刺していきます。はい、ではここまでできたら、ちょっとこの見本にはないんですけど、見本はグラスのスタンプを押すって書いてあるんですけど、ちょっと泡をソーダなんでね、泡を足したいと思います。黄緑でフレンチノットステッチ3本取り、少し上を持って空中で2回巻いて、同じ穴に刺すんですけど、針1本か2本またいで刺します。で、ギュッと引き絞ってから引っ張るっていうのを、なんか適当に下から上にブクブクいくので、そういう感じで下から上にブクブクいくようにして、ちょっと上の方をいつも2回巻きにするんですけど、3回巻いてみます。3回巻くとやっぱ3回巻きはだいぶごっついですね。あんま普段3回しないんですけど、ちょっと玉が大きくなりましたね。で、右だけにあるとちょっと重力がこう右に行きがちなので、右か。左ばっかりにあるとちょっとあれなので、右の方にも2つぐらい足しておきます。こんなもんでいいですかね。かわいい。
可愛くできた。なんか自分でクリームソーダの絵を描くんですけど、どうしてもなんかカップのデザインとかがいつも一緒になるので、なんかこうやって人の絵を刺繍するのは勉強になるっていうか、前の女の子のスタンプの時もそうでしたけど、面白いですね。人の絵を刺すっていうのはなかなか勉強になりますね。このサイズ感とこのカップっていうのは多分自分で、もう微妙な話なんですけど、自分でやらなかったので良かったなと思います。じゃあ枠を外して、で、今日はチャームに仕立てようと思います。キーホルダーですかね。これキーリングなんですけど、もう一枚布を用意して綿を詰めて作っていこうと思います。別の布をもう一枚布を用意して、で待ち針で留めて、でちょっと大きめ、膨らむのでこう丸くなるからこういう感じですよね。だからあんまりギリギリにすると刺繍が可愛く見えないので、割とこの横に巻き込んでしまうと見えないので、外側1センチとか 1.5 センチとかちょっと広めに取っておいてちょうどいいんじゃないかなと思います。もうこれでちょっと縫い糸ではないんですけど、今日は刺繍糸で縫います。で、ここの上に綿を入れる口を開けておくんで、上を開けて、で波縫いをぐるっと一周します。はい、では周りが縫えたので、ハサミでまたさらに外側 0.8 センチぐらいのところを切って、でちょっとカーブがかかってるんで、ちょっと切り込みを入れておくとひっくり返した時布がつらなくていいので、これでひっくり返します。この時フレンチノットが埋もれたらちょっと爪とか針とかで戻してください。はい、こんな感じですね。そしたら綿を少しずつ詰めていきます。ハサミとかで奥の方にしっかり入れて、でまたちょっとずつ詰めていきます。はい、綿をギリギリまで詰めたら、ここをちょっと折り返して、で玉留めが内側に入るようにして縫っていきます。もうちょっと綿がちょっとはみ出るぐらいに入れておいて、入れながら縫うって感じにするといいんですよ。確かそうなんですけどなかなかここが難しくて形が綺麗にいつも取れないんですよ。ちょっとすくって引っ張る。でまたちょっとすくって引っ張る。この字と字ですね。でこんな感じで端まで閉じていきます。はい、では閉じれたので、この隙間から
針を入れて、まず玉留めを中に隠します。縫い目と縫い目の間に入れたかったんですけど入らなかったですね。で、これのこの下の部分を丸いところをこう拾って、でちょっと拾う。これをずっとやっていきます。左手でしっかりチャームとあれを固定して、金具を固定して、でここが一番力がかかるところなので、ちょっとこういう縫い糸とか、そういうなんか刺繍糸じゃないやつでやった方がいいです。本当は緑の糸があれば一番いいですけど、なかったので白で普通にやってます。こんなもんかな。なんかサテンステッチみたいな感じで、これぐらいやったら、玉留めを裏側にしたいので、玉留めが裏になるように、まず一回裏に行きますね。で、玉留めをして、でこの玉が出てるからちょっと一目縫うと、いい感じに中入ってくれましたね。そうするとギリギリで切って、これで大丈夫です。これでどっかつけてグッと引っ張ったとしても、ここがかなり頑丈にくっついてるんで取れないと思います。ということで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。